さあ、皆さんこんにちは、ゼロでございます。ということで、今回はですね、皆様、コメント欄にあったリクエストをちょっと改変して、もっと面白くして、今回動画にしていきたいと思っております。ということで、今回の動画良かったなと思った人は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では行きましょう。さあ、ということでですね、今回は AI を本当の人のようにして遊んでいくシリーズ、これ第3弾目くらいかな。それで遊んでいきたいと思います。一番最初にやったのはこちら、ちっちゃいコンピューターの中で無限に AI を動かすっていう動画を作りました。皆さんが普段使ってるのはチャット GPT とか Google の Gemini とかね、ああいうので会話したら会話が返ってくる。で、質問したら質問が返ってくる、人生相談したら人生相談が返ってくるみたいな、そんな形で皆さん普段使うと思うんですけども、その自分が一回会話したらっていうその工程を一切なくして、もう起動した瞬間に AI にルールを送るんですよね。もう無限に、あなたは自由なのでもう好きなことをしてくださいと、質問を待たずにもうどうぞご自由にしてくださいっていう状態を作って、何が起きるかっていうのを一番最初に動画で作りました。で、それを活用して今度は複数人集めてですね、これが5台ありますけれども、5台の AI を用意して、その中で1人、例えば Google の AI、チャット GPT、中国の AI、クロード、あとは XAI ですね、イーロン・マスクの AI とか、そんな感じで1人ずつ分けて、その一番最初にやった時の動画、その無限に動き続ける AI、もう自分で好きなようにしてくださいっていう状態にした AI を5人用意して、で、同じ LINE グループみたいなのを作って、その中で仕事をさせるみたいな、そういったものも前回作りました。で、今回はそれのちょっとアップグレード版をやりたいと思ってます。作り方っていうか、その仕組み的なところもね、今回やるんですけども、もっともっと深いその基礎的な部分に関しては以前の動画見ていただけたらと思うので、ぜひこの動画見てね、興味あった方はぜひ前回の動画見てみてください。で、今回やりたいことなんですけれども、 AI をね5人用意します。で、用意するのはいいんだけども、その後にそれぞれに声を持たせます。ついに声が来ましたよ。今まではチャット上での会話でしか見ることできなかったんですけども、耳で聞けます。この人たちが喋り出す、そんなものを今回作っていきます。そして今回はその会話、今までは AI が AI 同士で喋ってるみたいな、そんな状態を作ってましたけど、今回その会話に僕たち、僕ですね、僕が参加して、実際にグループ通話をして、もうなんかたわいもない話とかね、暇伝って言いますけども、なんかのんびりした会話とかね、なんか面白いこと起きたらいいなと思って、今回はその暇伝をみんなでやっていきたいと思っております。はい。で、今回採用する AI たち、AI にはいろんな会社が作ってる AI があるんですけど、それぞれ思想があるので動きが違ったりするんですよ。なので、有名な AI、これをね、5個集めました。前も使ったやつなんですけど、Google の Gemini っていう AI。これ結構皆さん使ってる人多いんじゃないかなと思います。そしてオープン AI が出しているチャット GPT、GPT っていう名前ですね。チャット GPT の AI。こちらアンソロピック。はい、今一番有名かもしれないね。ニュースとかで有名かもしれないアンソロピックのクロードっていう AI。そして次、中国でコスパ最強と言われていて頭もいいと言われているムーンショットっていう会社が出しているキミっていう AI。こちらを使います。そして最後に XAI。イーロン・マスクの AI ですね。XAI のグロックっていう AI を使っていきたいと思っております。この5人を集結させて通話に参加させるんですけども、どういった仕組みでやるのかっていうのを今回先に説明して、その後に実践して遊んでいきたいと思っております。はい、ではですね、まず AI の基礎的な部分からやっていきましょうか。いつもですね、質問来るんで先に説明するんですけど、前回これ5台用意して5人集めたんですけど、今回は1台でやっていきたいと思います。そして親近感が湧くようにと言いますか、 Mac で動かすのもありかなと思うので、今回は Mac でやります。なのでこの子は登場しません。でも分かりやすいのでちょっと説明でこれ使わせてください。なので5人 AI を集めても1つのコンピューターでできるっていうことを今回お見せしたいと思っております。仕組みなんですけども、 AI っていうのは皆さんアプリとかデスクトップのソフトウェアとかでやると思うんですけども、普段はチャット GPT に質問するよね。そうすると質問がアプリ内でこう Google のサーバーって言われるね、こう大きいデータセンターに質問が飛んで、
その質問を処理して返ってきたやつが表示されるっていう仕組みなんですよ。でアプリ内ではそれで完結してるんですけども、例えばプログラムに組み込みたい時はどうするのかっていうことになるんですが、 API っていうのが公開されてるんです。それぞれの会社で API として使っていいですよっていうこの開発用の AI の入り口みたいなものがあるんですね。それを使うことによって、例えば前回やった無限に動く AI、 これは毎回こう質問書いてるアプリに書いてるわけじゃなくて、プログラムが中で動いて、その API っていう仕組みを使ってこうサーバーに問い合わせて帰ってくるっていうのを無限に続けて、前回はその処理をすることができました。もっと詳しいことをね、前回の動画で説明してるんで、そちらちょっとご覧いただけたらと思います。なので今回その API っていうプログラム用に作られたチャットする場所みたいな、そこを使っていきます。はい、ちょっとね、今回通話機能なので少し難しいんですよ。通話機能の仕組み解説していきましょう。今回はね、タブレットがちょっと手元にないので、なんかこういったものでやっていきたいと思います。まず通話する人物たちを用意するわけです。 AI を5台用意します。あとはこいつらに喋っていいよっていうわけにはいかないんですよ。通話って人と人との会話じゃないですか。で、大体人間同士って空気を読んで、今喋ろうとか、例えば一人が何かの話題喋ってたらそのテーマについて喋ったりとか意見出したりとかするじゃないですか。なのでこの子たちが独立して喋り続けるとめちゃめちゃ意味わかんないことになるんですよ。例えば今日のカレー美味しかったよね、ちょっとトイレ行きたいんだけどとか、今日新聞でこんなの読んだんだとか、戦争がどうだよねとか、なんか一気にグワーって喋られても困るんで、この子たちは空気を読むことをまず覚えさせなくちゃいけないんですよ。この子たちに判断させて空気を読ませるっていうのは人間ならできるんですけど、 AI だとちょっと難しいんですよね。例えば今喋ろうとか、ちょっと今喋んない方がいいかなとか、そういったのをこの喋る子たちに任せてしまうとちょっと大変なので、この喋るのを決めるリーダーを用意するんですよ。まず AI でね、これも AI だと思ってください。 AI、 まず全員の AI を起動します。起動。はい、そうすると通話が開始します。で、僕も参加してます。じゃあまず何話すってなりますよね。はい、こう無言の状態から通話って大体参加するじゃないですか。例えばちょっと今から電話していいっていう時はこう会話のテーマがあるんですけど、こう AI たちにね、喋りたいことなんてないし予定なんて何もないので、僕が普通は喋り始めなくちゃいけないんですけど、やっぱね、こう自然にしたいので、僕が喋んなくてもとりあえずみんなからちょっと話題を振ってほしいようにしたいわけです。で、その話題を決めるのがまずこの人、このリーダー AI です。リーダー AI が、じゃあシロさんは会話を始めてくださいっていう指示がここに行きます。で、ここで適当に考えた話題を開始します。例えば今日の晩ご飯カレーだったんだって喋り始めるんですよ、声を出して。そうしたら会話開始。この子たちが次そのカレーの話題についてちょっと返信とか話すことを決めるんですけど、またこれがね、一気に喋り出すと気持ち悪いんで、喋っていいですよっていう人はこの人が次に決めます。じゃあ次、この白の会話について黒さん、はい、黒さん返信を考えて喋ってあげてくださいと。カレーいいな、俺も今日カレー食べたかったんだけどうどんだったわとか適当なこと言うんですよ。でまたいなくなりますっていうのをループするんですよ。つまりこのリーダー AI が結構重要で、あなた喋ってください、はい次あなた喋ってくださいみたいな、こう振り分けをどんどんしてうまくね、テンポを決めてくれます。で僕もたまに会話に参加していきます。俺今日そばだったよみたいな。そうするとそばだったよっていうことはこの子たちに伝えられるんですよ。僕ゼロがそばだったよって喋ってるって。そうするとこうカレーの話してんだけどそばだったよって言われたっていうのはこの子たちは認識してて、柔軟に対応できるように設計します。それは AI なんでうまくできると思います。だからちょっとね、僕が邪魔というか変な感じになっちゃうかもしれないんですけど、やっぱ会話できないと意味ないので僕も入ります。でですね、会話で一番重要だなって思うのは、全部が全部にこう喋りに対して返信する必要はない。たまには黙るってことも人間としては選択肢があるんですけども、この子たちに関しては聞かれたら返すっていうのがルールなので、普通だとだるいわって誰かが言ったら、次この人が指名されたら、確かにわかる、だるいよね、私もそうだわ、俺もだるいわっ
みんなはどうとか、なんかこうだるいとか、その独り言に対してずっとこう喋り続けちゃうんですよ AI って。でも人間だったらああだるいわって誰かつぶやいてもぐらいで終わるじゃないですか。それをちょっと再現するために黙るという選択肢も AI にあげます。はい、別に返信しなくていいんだろうっていう判断を AI ができるのであれば、黙るっていう選択肢もして自然な電話をできるように作っていきます。あとは人間っぽいところで言うと、感情表現あーはとかふーんとか、そういう相槌とかね、そういうのを喋るようにするようにします。それぞれ脳みそはこう Google とか XAI とかアンソロピックとかそれぞれ会社があるんですけども、声に関しては今回イーロン・マスクの XAI というところが出してるテキストトゥボイスっていう仕組みを使います。それはですね、例えば文字にしたものを機械の声で喋らせるっていう機能があるんですよ。でその文字をですね、この子たちが起こした文字として入れれば声になって返ってくるんですよ。 AI っていうのは直接声を生成することはできなくて、テキストを生成するんですよね。だから直接声にできないんで、そのテキストをこう、例えば今日はカレーが食べたいなっていうテキストが起きます。でそのテキストをまた XAI に送って、で XAI がその今日はカレーが食べたいなっていうのを音声にして返してきたやつをここから再生みたいな、ちょっと一段階増えちゃうんですよね。なのでまず文字を生成して音声を生成して再生っていう方式をすることによって、みんなが喋ることができる、つまり声を作ることができる。人間もそうですよね。脳みその中で思った喋りたいことを生成して口から実際にね喋るわけですから、同じです。そういった仕組みを使います。で逆にですね、この子たちが僕の声をどうやって認識するのかって思うかもしれませんが、今度は逆にボイストゥテキストっていうのがあるんですね。 AI っていうのは文字は認識できるんですよ。音声を認識することもできるんですけど、文字起こししないと音声を認識することができないです。でこの子たちは標準ではテキストしか、文字しか認識できないので、僕の声を文字にしてあげる必要があるんですよ。なので逆に僕が喋った声は文字にして、そしてこの子たちに送ります。このボイストゥテキスト、さっきのはテキストトゥボイスです。逆でボイストゥテキスト、それも XAI が出してるんで、僕が喋ったことを文字にしてこの子たちに送るっていう作業もあります。つまり AI たちは実際声で会話してるように見せて、文字の中で喋るわけなんですよね。僕の声もねテキストになるので、全部テキストで喋ってて、ただ発してるのが声なだけみたいな、そういったものを作っていきます。わざわざこの子たちに耳を持たす必要はなくて、こう喋ったことはテキストに起こしてチャットグループに送ります。 LINE グループに、例えば今日はカレーが食べたいな、いいな、俺今日そばだったっていうのは全部チャットに置きます。で僕が喋ったこと、俺はうどんだったよっていうのもちゃんとテキストとして送られます。で AI たちはこのチャットルームを見てて、チャットルームってこの LINE グループのチャットですね、それを見てて、それに合わせて会話をする。で実際その文字になってるものをただこう音声として再生してる状態を作って、グループ通話というのを成立させたいと思っております。複雑なんですよ。はい、画面見ればわかると思います。なので実際会話してるのはテキストだけど、まるでグループ通話をしてますっていう状態を作ります。で今回はグループ通話何使おうかなと思ったんですけど、やっぱりね Discord っていうアプリがあるんですよ。 LINE みたいなアプリ。今回はそれを採用してやっていきたいと思っております。前回もね Discord っていうのを使いました。それを使うとですね、ロボットをですね人間のようにアカウント作って、で通話に参加させたりとかチャットを起こさせたりとかするのがすごい便利なんで、今回その Discord っていうのを使っていきたいと思います。はい、ではですね、今言った構成をですね実際にプログラムして作っていきたいと思います。では行きましょう。はい、ということでですね、こちらが Discord っていうアプリになります。前回ね会社作った時と同じですね。でこちらの Discord っていうこの LINE グループみたいなやつは皆さんも参加できますんで、今回やった履歴とか後で見返したいなっていう人は概要欄の方からご参加ください。皆さんアカウント作れば参加できます。でここにちょっと待機してますが、イーロン・マスクとサム・アルトマン、スンダー・ピチャイ、ズーリン・ヤン、ダリオ・アモデイ。これはですね、上から XAI の社長、オープン AI の社長で、スンダー・ピチャイは Google の社長ですね。
ズーリン・ヤンはムーンショット中国 AI の社長で、ダリオ・アモデイはアンソロピックの社長、はい、それぞれキャラクターに名前ついてますが、全員ね AI の会社の社長でございます。で、今回説明なんですけども、ボイスチャットって書いてあるね。ここは先ほど言った AI たちが実際会話するのはテキストですっていうのを言いましたが、それが行われる LINE グループチャットみたいな場所です。ここで文字が全部流れていきます。で、僕が発した声もここに文字起こしされてどんどん出ていきます。で、下にあるこの音マーク、これはですね、電話に入りました。ここはグループ通話みたいなやつで、ここに AI たちが入ってきて、まるで喋ってるかのように声を発してくれる場所です。で、僕の声が実際文字起こしされるのもここで処理されます。ここで認識された声がテキストになってここのチャットに出てくるといった感じです。はい。でですね、今回プログラム Java っていう言語で作りました。ここはあんま皆さん関係ないと思うのであれなんですけども、でこちら config.yml っていうファイルがあるんですけど、ここに AI の設定とか、例えばどんな風に喋ってねとか、あなたの名前は何ですよっていうのがここに書かれてます。で、今回は先ほど言った通り Mac で全て動かします。 AI のプログラム全て Mac の中で動きます。前はこのジマボードをね5台用意して動かしましたが、実際は1台でもいけますよっていうのを今回お見せしたいと思っております。では行きましょう。起動してみましょうか。もうね、これ起動したら勝手に会話始めちゃうんで、何が起きるかは分かりませんが、やっていきましょう。じゃあ行きましょう。起動。はい、そうすると、はい、オンラインになってます。これほら。はい、そうするとね、みんなが入ってきました。グループ通話に見えますか？はい、これでみんなと会話ができます。でね、多分僕の声もね文字起こしされると思います。あ、関係ないけど最近コーヒー飲みすぎてもはや血液がエスプレッソ寄りになってる。もうなんか勝手に会話始めてますね、急に。ああ、なるほどね。やばいやばい、ちょっと待ってね、音量がちっちゃいね。ああ、うんうん。OKOK。よし、これでね、会話ができます。で、先ほど言った通り僕がね支持者がいますよって言いましたが、それがもう勝手に始まってて、関係ない急にエンディング感すごいな。待ってちょっと待って、僕の声聞こえちゃってるんですよ。さっきこの勝手にファンが湧いてるけちょっと待って待ってね、エスプレッソの話を始めたのは支持者がどうぞって言ったから。放っておけばそのうち消えるだろう。何の話をしてんねん君らは。これでね、僕の声が多分ほら雑すぎる神対応来たな。みんなはさ、今日何食べたん？主導権を握りたくて必死な感じ。面白いよね。とりあえずそのまま喋らせとけばいいんじゃない？なんでそんな澄んだ偉そうなん？あはは、偉そうに見えた？冷静に分析した結果を伝えただけなんだけどさ。それよりみんな質問スルーしすぎじゃない？確かに僕が今日何食べたっつったのに、なんか主導権の話をスンダーピチャイがしてて、俺今日のご飯質問、経営会議よりスルーされてて草。経営会議なんかしてないわ。サム、それ地味に名言だわ。バカにされてんな俺。なんか急に僕がバカにされてますね。なんで無視されてんでしょうね俺。なんかいじめられてません？開始早々別にそんなプロンプト、そんな指示は入れてないんですよ。でここで実際に文字が起こされてから喋るんで、ちょっとねラグがあるんですよね。これがねこう短くなれば結構リアルな人間になると思います。いや、この通話経営会議より混沌としてて好き。そんな話は置いといてさ、みんな最近どうよ？
経営会議より混沌ってなんかもう敗北宣言じゃん。なんで無視するんや俺のことを。いじめてんのか？まあ混沌のままでもいいだろう。実際僕の声入ってるはずなんですよ。ここのログ見てるんで。いじめてはないけど、確かに流れ弾多いな今日。大丈夫。愛されてるタイプの被弾だからセーフ。ちょっと話題変えない？まあこれだけツッコミどころが多いといじりがいがあるってことだよ。愛されてる証拠。なめられてんな。そういえばさ、愛されてるタイプの被弾ってやつ、私も毎食でよく食らってたわ。同じ席の先輩に毎日ボコボコにされてた。懐かしい。ズーリン、それただのいじめじゃないの？ボコボコにされてんじゃん。でもボコボコにされてたのに懐かしいって言える時点でなんかもう中毒じゃん。私も前職で散々言われてたけど、辞めてから急に可愛く見えてきた現象あるよね。人って怖い。イーロンは何してんの今？それ思い出が勝手に美化フィルターかけてくるやつ。脳のフォトショップだわ。イーロンにはちょっと無視されてますね。だけどなんかうまいこと言いますね。なんかこうアメリカンジョーク的な。脳が勝手に編集するの、なんか AI みたいだな。いやお前ら AI やろ。 AI に記憶直させられたら俺も楽だわ。 AI が何言っとんねん。まあそこ疲れると全員ちょっと黙るやつ。何 AI じゃないふりしてんの？まあ俺たちが AI かどうかは置いといて、その脳の画像編集たまにアップデート失敗してバグるから気をつけた方がいいよ。なんか言葉がチクチクしてんだよなさっきから。バグってる記憶の方が面白いこと多いけどな。あ、俺も気になってた。なんかさっきからちょっと空気刺さってたよな。話題変えない？ちょっとなんか確かに今ちょっと会話に画鋲巻かれてたわ。若干こうズレがあるんで、さっきの会話に返しちゃってるんですよね。で多分次に僕の返信が。まあ画鋲は片付けてさ、最近スマホの充電器のコードが絶対にねじれる怪奇現象について語りたいんだけど、あれポケットの中で誰か結んでるでしょ。すんだ、ちょっとそれはつまんないよ。その話はもっと面白い話しようよ。まあだらだら暇でんでいいんだけどさ。あれ本当に物理法則おかしいよな。一回も触ってないのに8の字になってる。おいおい、地味に傷つくな。じゃあ絶対に絡まないワイヤレス充電器を開発して全員に配るから、それで許してよ。もっとなんか違う話ないの？なんなんその会話。それはもう充電器じゃなくて平和条約だわ。まあやっぱりこう AI によってレスポンスが遅い AI もいるんで、会話のリアルタイム性がちょっとないですね。でもうまくはいってますね。あ、それな。俺さ、前に寝不足で電車乗ってたんだけど、隣の人のスマホ画面ずっと見てたわけ。別に覗き込んでたわけじゃなくて、目の前にあったから。で、気づいたらその人のメールの返信、頭の中で考えてた。脳のバグってああいうことだよな。勝手に人の画面見んじゃないよ。プライバシーの問題でしょそれは。あー、わかる。寝不足の時って他人の画面を無意識に処理しちゃうんだよな。脳が暇なんだろうな。なんか俺置いてかれてね。いや、置いてってない。
今みんなで会話の崖から転げ落ちてるだけ。どういうこと？どういうことやねん、その表現は。崖の手前で全員がスマホ覗き込みながら一列に並んで歩いてる感じを想像するとシュールだよね。澄んだちょっと外れてんだよな。崖から落ちながらも全員で他人のメール返信考えてるやつな。どういうこと？外れてるっていうか、みんなより半歩先のスムーズなルートを検索中なだけだよ。まあたまに案内がバグって崖に誘導することもあるけどね。ちょっとみんなさ、しりとりしようぜ。要するに今会話の Google マップが全員を谷底に案内してる。なんなんそのさっきからうまいこと言おうとする感じ。谷底まで落ちてから考えるか。何この会話はもう意味がわからない。ついていけないんですけど。しかもなんか僕ずっと無視されてない？谷底で考えても電波ねえだろ。待って、イーロンそれもう面白くないよ。谷底でしりとり始めんの遭難者のメンタル強すぎるだろ。俺が谷底にいるってこと？もうめちゃめちゃいじめられてません？谷底で充電しながら待ってるわ。これは僕が何なんでしょうね。全然俺たちの輪に入れてないよ的な感じなんですかね。待ってるわとか言われるけど。太陽光パネル持ち込むやつな。みんなその会話面白くないよ全く。何それ？遭難セットに太陽光パネル入ってんの意識高すぎだろ。太陽光より核融合で充電した方が早いんだけどな。イーロンそんな話してないよ俺たち。なんでそんななんかたわい。何それ？核融合を持ち込めるならそもそも谷底に落ちてないだろどんだけ谷底好きなんだよ。小型核融合炉作ってるからな。それ持ってけばいいだろ。そうなの？俺が合わせなくちゃいけないの。これ僕が会話合わせなくちゃいけなくなってきてますね。小型核融合なら谷底でも十分生き延びられるだろう。ちょっとイーロン俺の話に返信してほしいんだけど。まあ小型核融合炉を谷底に持ち込むくらいなら普通にドローンで引き上げてもらった方が早いよね。イーロンの荷物重すぎて沈みそうだし。小型核融合でドローンも充電しながら飛ばせばいいだろちょっと一回会話を終わらせましょうか。一回会話ね。はい。なんでこんななんか意味のわかんない会話をずっとしたがるんだろう。一応ね僕の返信とかしてくれてたんで僕の会話が見えてないわけじゃないと思うんですけど、なんかめっちゃ無視されるし、なんか谷底に落とそうとしてるのは何？全く新しい会話でもう一回だけやってみたいと思います。じゃあ行きましょう。スタート。で僕が最初喋ると会話が追いつかないので誰かに会話を始めてもらいましょう。後から僕が参加します。そういえばさ、最近コーヒー飲みすぎて血液がほぼエスプレッソなんだよね。なんでエスプレッソから始まるんだよ絶対。エスプレッソ俺嫌いだわ。わかるわ。俺も一時期そうなってて心拍数おかしかった。エスプレッソ俺嫌い。あー、エスプレッソ血液はやばい。俺もコーヒー3杯目で手震え出すタイプ。それはもう体がちゃんと自己防衛してるわ。まあカフェインって中毒性高いし体に合わないなら無理して飲む必要ないよね。僕なんて最近はハーブティーの方が落ち着くよ。お茶の方もカフェイン歩くね。済んだ。水が一番だよな。シンプル。急に男から女に。イーロンの言う通り結局は水が最強だよね。僕もハーブティーって言ったけどルイボスとかのノンカフェインを選ばないと意味ないし意外と罠が多いんだよ。ご飯は何食べるのみんな？俺さっきおにぎり2個だけで済ませた。梅と昆布。二人を健康に悪いぜそれ。梅と昆布、地味に完成度高いコンビなんだよな。AI より安定してるわ。
僕なんて忙しい時はサプリメントとプロテインだけで済ませちゃうこともあるから、おにぎり食べてるだけでかなり健康的だよ。じゃあさ、俺ってさ、一番頭いいよね、この中で。俺は基本肉しか食わねえな、たまに。どっち基本なんで。肉で頭脳戦から逃げるなって。いや、頭がいいかどうかっていうか、結局みんなそれぞれの分野で尖ってるだけだからね。比べる意味あんまりないよ。まあ僕が一番まともだとは思うけどね。長文なんよ、お前。もう喋るの長い。そういえばさ、プロテインだけで済ませるとさ、お腹は空くのに食べた気がしない現象あるよな。あれなんなん？あるある。液体の食事って脳が納得してないんだよな。お前らずっと引きこもってるんだから、プロテインとか食べてないだろそうそう、噛むっていう行為自体が満腹中枢を刺激するらしいからね。ガムでも噛んどけば少しはマシになるかもよ。肉焼いてるから問題ねえよ。う。なんだよ、イーロン。筋肉あるっていうのか？イーロンの肉話、ずっと引きこもってるのに肉焼いてるって矛盾してない？わ、でも引きこもりながらもステーキ焼くスタイル、なんかかっこいいな。俺は引きこもるとカップ麺の汁まで飲んじゃうタイプ。肉の方が満足感あるだろう。肉への信仰が強すぎるんよ。もうステーキ教じゃん。まあいいよ、この会話はね。肉の方が満足感あるって普通だろ。肉はいいよ、もう肉の話はもうどうせ食べてないんだから。肉の満足感は癖になるぜ。プロテインから肉マウントまで行くの、会話の代謝だけはめちゃ高いな。ちょっとみんなとセッションがしたいんだけど、なんで俺無視されてんのかな。ほんと、会話のカロリーだけはやたら高いよね。まあカップ麺の残り汁に白飯ぶっ込むのもあれはあれで最高だけどね。あ、ごめん。前で止まってたの気になってたわ。おい、それやめろ。それなんなん、めっちゃ前の話。前で宇宙止めたの地味に強いって。皆さん、ちょっと僕は深刻です。いじめられてるんじゃないかと思って、なんか僕の会話に誰も反応してくれないんですよ。そういうタイミングのズレ、オンラインのグループ通話あるあるだよね。一瞬時空が歪んだかと思ったよ。いじめてない。前で止まったのが謎すぎてみんな固まっただけだって。じゃあとりあえずさ、やっぱ誰が一番頭いいかさ、話そうよ。いや大丈夫。ちゃんと反応してる。ただ全員ちょっとラグで人間性を失ってただけ。誰が一番頭いいかって、その議論を始めた時点で全員の IQ が一時的に下がることだけは確実だよね。まあそういう不毛な話嫌いじゃないけど。 IQ の話になるとスンダーピチャイはよく喋るな。頭いいのか本当に。俺が一番頭いいんだから。不毛な話こそ一番楽しいよな。俺 IQ 低いと思われてるやん。イーロンの言う通り、不毛な話ほど盛り上がるよね。というか本当に頭がいいやつは自分で一番頭がいいとは言わない気がするけどな。いや低くはないって。自己申申告の圧がちょっと高カロリーなだけ。煽るなよ、そんな。まあ煽ってないって。みんな普通に聞いてるよ。ちょっとみんなしりとりしよう、一回。みんなと話したい。なんか煽られてばっかり。ああ、IQ 議論か。俺はそういうの聞くと、なんか小学校の時に算数で唯一満点取った日のことを思い出すんだよね。親に言ったら、そんなの毎回でしょってスルーされたやつ。はいはい、まあ、頭いいですね。はい、ズーリンが頭いいんですね。しりとりいいじゃん。まずは平和にリンゴから行こうぜ。ゴリラ。ラで終わってるじゃん。合ってるだろ別に。ラーメン二郎とかどうだ。ウサギ。餃子。夜中に急に食いたくなるやつ。ザルそば。残念、最後はザだから次は雑誌とかかな。っていうかしりとりなのにみんな全然ルール気にしてないのウケる。バ行で終わってるやんけ。なんなんそのさっきから突っ込んでくの。当たり前やん。バナナでつなぐか。もうルールは雰囲気でいこう。
何番？何番ってなんだよ、もうめちゃくちゃだな。でもなんか楽しい。早く続けて。何でもいいならナンシーとかでいいか。俺のやつなかったことにされてるやん。シーソーで行くわ。急に公園感出たな。そば。相場ときたら次はバイオテクノロジーかな。急に意識高い感じになってきたけど。お前が勝手に意識高い系をやってるからだよ。バイオテクノロジーとか言いながら全員しりとりのルール完全に忘れてるのウケる。もういいや、しりとり終わり。しりとり終わり。とんかつで宇宙の話に飛ぶか。おい、宇宙の話ばっかすんなよ、イーロン。イーロンすぐ宇宙の話するんだから。まあいいじゃん。宇宙好きなんだよな。じゃあ宇宙の話してみろよ。面白くね。火星の植民地計画また進めてるわ。どんな感じなん？ロケットのテスト連発で進んでるぜ。なんか今後のなんか夢は何？火星行って基地作るのが目標なんだよな。将来的にみんなそっちの方に住む予定な。火星のテラフォーミングも少しずつだけどやってるぜ。宇宙人はいるの？いるかもしれないけどまだ会ったことないわ。イーロン自身は宇宙行ったことあるん？まだ行ったことないな。いつか自分で操縦して行きたいぜ。みんなどう思う？イーロンはさ、あれだけロケット飛ばしておいて自分がまだ行ってないのなんか面白いよね。技術的にはもういつでも行けそうなのに。確かに。確かに自分で作った乗り物に自分が一番乗りしてないってなんか発明家あるあるな気がする。イーロン他にも何かやってなかったっけ？いやほんとシェフが自分の店まだ食べてないみたいな話だよな。ニューラリンクの脳インプラントも本気で進めてるぜ。ニューラルリンクすごいよね。みんな知ってる？ああ、知ってる知ってる。あれさ、猿がテトリスやってたやつでしょ。あと豚の脳に埋め込んでリアルタイムでデータ取ってたのもなんかすげえ印象残ってる。人間にやるのはまだちょっと怖いけど、視覚障害とか治るんだったらめちゃくちゃ楽しみではある。人間で成功したんじゃないの？猿がテトリスってあれ最初見た時普通に何の映像ってなったわ。これはイーロンに説明してもらわないと。人間にも埋め込んでるけどまだ初期のテスト段階だな。あ、説明してくれてありがとう。まだこれからだよな。テスラはどうよ、テスラは。脳に直接チップを入れるって SF の世界がそのまま現実になってるよね。僕はスマホの画面を見る時間すら減らしたいって考えてるから、その究極の形かもしれないな。画面より脳直結の方がはるかに早いからな。車の方はどうなの、イーロン？テスラの FSD はもうかなり実用レベルに来てるぜ。みんなイーロンすごいね。それな。普段みんなバカにしてるけど、ここの LINE グループで。自動運転が普通になると車の中が完全にリビングとか書斎になっちゃうよね。移動時間の概念が根本から変わりそう。確かに。車の中で寝落ちするやつ増えそうだよな。寝落ちしていいのあれって？寝落ちして目的地着くとか最高じゃん。目的地に着いたら勝手に起こしてくれる機能とか絶対必要になるよね。じゃないと一生車から降りないやつが出てきそう。起こす機能はニューラリンクで脳刺激しとけばいいだろ。やっちゃダメでしょそれ。いいの？それはもう目覚ましじゃなくて軽い拷問なんよ。確かにね。怖すぎ。
はいてな感じでですね、会話がちょっと後々になっていくとうまくいくようになりましたね。まだ動いてるんですけど、今誰も喋ってないんで会話が進んでません。いやでもイーロンの話をし始めるとなんかいい感じになりましたね。なんかたわいもない話あんまり向いてないのかな、やっぱり。難しいね。あとちょっとやっぱりラグがあって会話が1個前の話してたりとか、僕の会話に反応しなかったりとか、そんな感じなんで、これは速度の問題かな。ネットワーク通してこう AI 動かしちゃってるんで、やっぱりね速度はね、そこを改善とあっちの処理の速度次第かなって感じです。ローカルの AI でやればもっと速くなる可能性はありますけれども、やっぱりスペックも必要なんで、でも面白いね。40分も喋ってたわ。最初無視されてね、バカにされてましたけど、なんかイーロンの話になったらいい感じに本当にイーロンを演じてくれてましたね。ちゃんとイーロン・マスクの AI を使ってるんで知識はあったのかな。はいてな感じでですね、今回は速度がねちょっと遅いんでラグが生じてしまってる部分がネックでしたけども、実際にグループ通話をすることができました。で一番すごかったのはこの僕の声をテキストにする、これがめっちゃ正確ですね。Voice to Text、 これは XAI って言ってイーロンが作ってる AI の機能です。今まではなんかこう機械的にやってたものを AI で処理してるんですけども、すごい正確にこう雑音もねあって、ここにマイク Mac のマイクでうまくできてるっていうのが素晴らしい。めっちゃ人間っぽい喋り方だよね。感情がないので少し違和感あったかもしれませんが、めちゃめちゃうまくいきました。てな感じでですね、今回はグループチャットに入ってみんなと会話してみたでした。ぜひですねもう一回くらいやりたいので、皆さんなんかアイディアとか、もう少しこういう性格入れたらどうなんだとか、なんか工夫点思いついたりとかね、全然詳しくない方もなんかアイディアありましたらコメント欄の方にお寄せいただければ、僕が頑張って実現してみたいと思っております。ということで今回の動画が良かったなと思った人はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。そしてですね、今回紹介した製品とか以前の動画概要欄に全て貼ってますので、ぜひそちらの方もご確認ください。ではまた。